おはようございます。阿部義俊です。今回はまたバッグの話をしてみようと思います。僕自身は、主にカメラを、カメラ趣味なんで、そのカメラをうまく持ち歩けるカバンみたいなものを、あるいはリュックみたいなものをずっと探し求めていて、いろいろ買ったんですけど、なんかこうドンピシャっていうものになかなか出会えないまま、ずるずるとそのカバン探しの旅を続けている最中という、カバン探しの、カバン探しの旅を続けて何年だ10年以上ですけど、なんか結論が出ないまま、今日に至るという感じです。で、最近僕自身はそのカバン、じゃあカメラバッグ買えばいいじゃんとかカメラ用のリュック買えばいいじゃんっていう話になると思うんですけど、僕自身はそういうものも散々買ってきたんですけど、基本的にはそのカメラ用のカバンってごつかったり、要するにカメラ自体が傷つかないようにとか、こうラフにガサッと置いたりしても、底面に当たって傷つかないようにとか、いろんな配慮がされている結果、ものすごく、ごつかったりタフだったり、クッション性が高かったり、いろんなだからこそのカメラバッグなんですけど、僕に関して言うと街中を歩いてちょっとスナップ撮りをする、程度の用途なんで、そこまでのその堅牢性というかそのクッション性みたいなものは要求してなくて、でやっぱカメラバッグって見るからにそのカメラバッグで、かっこいいものもいろいろあるんですけど、基本的にはちょっとごついんですよね。なので、普通のカバンで、さりげなくカメラを持ち歩けるようなものを探していて、で Amazon の、セールをやっていたんで、実はこの動画を撮るの2回目なんですけど、1回目は黒のシャツで撮ったら、もう何が何だか分かんなくなっちゃって、これでもまだちょっと厳しいな。ウルスというメーカーの、主にカメラ用品、カメラのそのレンズフィルターとか、マウントアダプターとか、なんかそういうものを作ってる会社なんだけど、こういう、アパレルというか、そのカメラ系のそのバッグとかリュックとか、そういうものも出すようになっていて、なかなか品質が高くて、これはいい買い物だったんですけど、このバッグをしばらく愛用していて、これはなかなかいいなと思ったんですよ。でもこれは背負ってみると、よいしょ、いいんですけど、でこの中に下の方に僕は手帳やら万年筆やらが好きなんで、そういうものを下半分に入れて、筆箱とかを入れて、財布とか、スマホはサイドの方に行くんですけど、そういうものをガチャガチャガチャっと下の方に詰めて、上半分のところにカメラを、入れて持ち歩く。要するにカメラが常にさっと取り出せるのが、理想なんで、ここの中で上半分が、メインのカメラのもの、下の方が、どっちかというと例えば、喫茶店とかに入って落ち着いて座ってで取り出すものとしての、なんというか、その筆箱とか手帳とか、そういうものみたいな感じで、持ち歩いていて、で最初それでいいと思ったんですけど、この形で持ち歩いていると上に置くカメラが重たくて、下の、手帳やらをちょっとこう押しつぶし気味になるんですよね。なんかそれがすごく、気になってきて、何かうまい対策がで、その時に前にも動画作ったんだけど、僕としてはなんかリュックで荷室のものってあるじゃないですか。縦に長いリュックで、真ん中で仕切りがあって、上は上で荷物入れて、下は下で荷物入れて、例えばサイドからアクセスして荷物入れてとか、ここにジッパー、例えばこれがリュックだとしたら、この辺で仕切られていて、でここに、中に壁があって、で、下半分は例えばサイドからアクセスできたりとか、あるいはここをジッパー開けてここからアクセスできたりとかして荷物を入れられると。で上は上で入れられると。そうすると、上に例えばリュックの場合とか重いものを主に、入れたりすると、比較的疲労が少ないというか安定しやすいというかみたいなことがあるんで、下は機械入れて、上は例えばカメラを持つ人はカメラ入れるみたいな感じで持ち歩いたりするような、バッグがあって、これサイズ的にはそんな感じなんで、本当は僕の中ではここでなんか荷室になるような縦長のトートバッグあればいいのになと思ったんですけど、これはそういうタイプじゃないんで、僕が今言ったみたいにその下に、文房具入れて上にカメラを置くと、カメラの重みで下のものがちょっと潰れてくるのが、ちょっとたまに傷で、僕自身は今言ったみたいにそのカメラを、素早くさっと
持ち出して、写真撮ってまたカメラをカバンの中にスッと戻してっていうことをこう繰り返して、いたいんですよね。でその時に、ショルダーバッグとトートバッグみたいなものが、あると思うんですけど、今まで使っていたショルダーバッグがこんな感じのもので、これはそういう意味では、ちょっと小さいというか、一時期カメラの、趣味が少し、熱が冷めていた時期に、っていうか文房具の、趣味が異常に盛り上がっていた時期に、常に手帳を持ち歩く用のカバンという感じで使っていた、カバンで。でこいつはだからそのカメラ、また持ち歩くようになった時にカメラ入れられるかなと思ったんだけど、こいつはねジッパーがごつくて、でそんなにガバッと大きく開くわけじゃないので、っていうか普通ですよね、ショルダーバッグでこんな感じなんで、ここでジッパーにカメラがカチカチと当たるんですよ。でそれが気になってっていうか怖くて、これはカメラ用にはちょっと使えなくて、今ちょっと、別な使い方を模索しているところですけど。でそんな中で、だから僕の中ではショルダーバッグよりもショルダーストラップが付けられるトートバッグが、理想なんですよ。トートバッグの場合そのジッパーがなかったり、むき出しになっていたりとか、あるいは、開くときもガバッと大きく開くものが多くて、で、ショルダーが付けられれば、こう手下げにもできるし、肩から下げられるし、ショルダーにもできるしと、使い方の、汎用性も広いし、こいつも縦型のトートバッグなんで、こういうふうに手下げにも使えるし、肩からこう下げて使うこともできるし、さっきやったみたいにショルダーにすることもできると。なのでこれは割と理想に近かったわけですけど、さっき言ったみたいにちょっと荷物を潰すなと思って。で、この間、そんなことしてる間に、カバン系のYouTuber の方々がなんかいっぱいいることに YouTube チャンネル、最近情報収集が本当に YouTube に偏りすぎなんですけど、動画を仕事中にいつもだらっと見ていると、なんか偶然カバンで検索したりした後とかにそのカバン系の YouTube のチャンネルとかがいろいろと、現れてきて、その中で川西カバンさんとか、新進工房さんとか、なんかそんな感じの、チャンネルを見てるうちに、その中で非常に評価が高かった無印良品の、太いベルトのショルダーバッグかな、これがあって、それをちょっと買ってみたんですよ。で僕の中ではだからさっきも言ったみたいに、文房具があって、そのカメラがあってっていうと割と、容量の大きい、ものを求めていて、こいつはだからすげえでかくて、そしてベルトがすごい太くて、ちょっとこれがアイコニックというか、なんかその、見た目的な大きな特徴になっていて、ちょっと面白いバッグで、そのカバン系の YouTube の人たちとかがその無印のこのカバンを作りが非常に堅牢でしっかりしていて、かつ値段がこれ3990円かな、その作りの良さに比べたら非常にその値段が安くて、すごいみたいなことを言っていて、でそれで感化されて、試しに買ってみたわけですよ。でこいつが見ての通りすげえベルトが太いわけですよ。比較的そのおかげで、疲れづらいというか肩に食い込みづらかったりして、その辺も僕荷物がだからカメラを持つんで重たいんで、その辺もいいところで、僕の中ではすごく、だから荷物が多いんで、とにかくでかいカバンが欲しかったんですよ。でこれは自分のこのパッとこう最初に荷物何にも入れないで背負った時にはで体にこうピタッとフィットする感じで、持ち歩きやすくて、こいつはすげえよくできてると思って、これだと思って、そのウルスの今まで使ってた縦長のトートバッグからこっちに乗り換えたんですよ。でしばらく使っていたんだけど、こいつはいくつかちょっと自分の使い方に合わない部分があって、このウルスのバッグから僕の荷物を移動させてみるとですね、だいたい普段使うだからその筆箱とか手帳とか、名刺入れとかメガネとか一本差しの、ペンケースとか、なんでしょうね、そういうもろもろの日常必要なものは、あとここに財布が入ったりするんですけど、バックインバッグの中に入れてるんで、入れ替えたければ割と比較的さっと、入れ替えたければ比較的さっと、移動させられるんですけど、こんな感じで、どっちが前だ、移動させられて、でこれだとだから横に幅が広いんで、今言ったみたいなバックインバッグで、その筆箱とか荷物をダダダッと、入れて、で最近だから常に持ち歩いている、ライカの M11P が、ちょっとしたクッションのあるケースに入っていて、こっち側に入って、で、
こっちが後ろでこっちが前なんで、後ろ半分にそのバックインバックで、文房具系、財布、メガネなどが入って、前半分に、カメラが入って、バッチリじゃんと思って、ここに持つ場合はちょっと、これは、グレーの彩色をするためのクレタケの、ちょっとしたカラーペンが入ったりとか、今ここについちゃってるけど、インスタ 36053S をカメラの部分だけをちょっとこの中にスポット入れて、こういう三脚に入れて、ここにこう突っ込んで、常にどっか持ち歩くみたいな感じで、持ち歩いていて、プラス、ごちゃごちゃっとするけど、モバイルバッテリーと USB のケーブルと、ヘッドホンと、あと、インスタ 36053S 用のそのマグネットでちょっとこの胸元に今、マイクをつけてるみたいな感じで、ここにカメラをつけられるようなアタッチメントとか、そんな雑多なものを、ちょっとしたケースに入れて、この辺に入れて、よいしょ。財布ここに入れて、こんな感じで、持ち歩くわけですよ。ピタッと収まって、ピタッと収まってもない、カバンがでかいから余裕なんですよ。で、これはいいやと思って、これで、よいしょ。持ち歩くようになったわけですよ。で、今ちょっと肩の位置が変なのはちょっとマイクに触っちゃいそうなんで、ちょっと常に小位置がちょっとこっち寄りですけど、それは気にしないで、こんな感じで持ってみたわけですよ。で、しばらく使ってみたらちょっと違和感が出てきて、これは僕みたいにもうゴシャゴシャっと重たい荷物とかをガンガンに入れて、でかいんですけど、そうだな、なんか荷物をごっちゃり入れてくると、それどのカバンもそうだと思うんですけど、当たり前だけど膨らむじゃないですか。で、カメラとかレンズつけると、そこそこ厚みがあるわけですよ。で、そういうどっちかっていうと、なんだろうな、これ何を入れるのが最適なのか、そうなってくるとちょっと分かんないですけど、荷物が少なかった時は体のこの丸みに合わせてこのカバンがスーッとこう丸くなってくれて、なんかそのピタッとしてすごい背負いやすかったんですよ。だけど荷物がでかくなってくると、ここがこう膨らんできて、常にこの部分が外にこうキューッとこう飛び出すようになってくるんですよね。ジッパー閉めればいいんだけど、僕的にはあんまりジッパーをその電車に乗るとか必要な時以外は開けといて、いつでもここからカメラがさっとこう取り出せるような体勢にしておきたいんですよ。で、そんな感じで持ち歩いてるとちょっとなんかこうガバガバしてくるのと、前後にこれは長いじゃないですか。だから荷物がたくさん入っていいんだけど、これは大きく、なんか僕みたいに荷物をいっぱい入れ始めると、歩いてる時になんかちょっとこういう動きが出てきてしまって、それはどのカバンもそうなんだけど、ちょっとこうなんかバタバタするというか、すごくなんかスマートさがなくなってくるとか、荷物が少なかった時のこれいいじゃんって感じが非常になくなってきて、ちょっと僕の荷物の量だとでかいカバンなんだけど、そんなに大きくごっちゃごちゃに荷物を詰めてえっちらおっちら歩くものじゃなくて、もっとスマートに軽く、入れるんだけど、だからファッションの一部としてみたいな多分使い方なんだと思うんですよね。重い荷物を入れても全然ベルトがしっかりしてるんで持ち歩くにはいいんですけど、僕的にはちょっとなんかこうダブダブしちゃうなっていう感じがあって、と思い始めて、今改めてよいしょ、このウルスのバッグに戻ろうかと思っていて、ちなみにこいつはカバンとしてはすごい良かったんだけど、おしゃれなカバンではあるんだけど、おしゃれだったんで、ちょっともう最初の本体にそのままついていたベルトにもどっかやっちゃったけど、ベルトがすんごい逆にこいつの逆ですごい紐みたいに細くて、これに荷物入れて背負うと肩食い込んでやってられなかったんですよ。なので、カバンのショルダーは自分でしっかりしたものに付け替えました。ここの裏側にクッションと滑り止めがついていて、しっかりしてるやつに。これはだからね、そういう意味では、カバンとしてはすごく良かったんですけど、なんだろう、おしゃれに振りすぎて肩紐が細いみたいなことはちょっとありました。で、改めてまた荷物を戻すけど、よっこらしょ。バックインバッグはいいですよね。なんかあったらこうやってすぐに簡単に荷物の移動ができて、よいしょ。で、こうじゃないですか。よいしょ。で、このウルスのよいしょ
ルースのバッグのちょっといいところは、まあ普通のことですけど、サイドのここに、ちっちゃなそのポケットがついていて、紐がついていて、カラビナがついていて、いわゆるキーケースというか鍵入れがついていて、これが自分の日常使いではこの仕事場に来る時の仕事場の鍵をここに入れておくと、非常に楽で、多分小銭入れとかちょっとしたものを入れることもできるし、この横っちょのポケットは何かこのカバンの使い方にピタッと合っていて、僕の中では非常に評価の高いポイントでした。そして改めてこいつを背負ってみると、縦型のトートバッグはすごくいいということが、僕の使い方ではですけどね、すごくいいということが分かって、これ縦長じゃないですか。で、この縦のこの幅が自分の体の幅にそこそこ近いわけですよ。そうすると、これこんだけ荷物背負って歩いてるのに、さっきのちょっと横っちょにしないとマイクが当たる。さっきのその無印のカバンみたいに、こう歩いていてもこの前後にバタバタしないんですよ。縦に長くて自分の体の幅に合ってる、前後の幅に合ってるせいで、こう歩いていてもこいつ自体が揺れないので、疲れないし、なんかこうなんかカバンに振り回される感じがなくて、大変にいいです。ということに気づいて、今やっぱりこれなんか縦型のトートバッグがすげえいいんだなっていうかね、自分の中ではすごく可能性を見出したというか、今後ちょっとこの路線でいろいろ、当分ねこれでいけそうとは思うんだけど、なんとかそうだな、自分的にはそのカメラが下の荷物を潰す問題をちょっとうまく何とかしようと思っていて、今までは手帳を縦長の縦長の手帳をこう縦に入れてたんで、ここが当たってたんだけど、ここを横にすると、筆箱とかある程度頑丈なものの高さよりもここが低くなるんで、今まではこう置いてたらここがすごい荒れてきちゃってくしゃくしゃに、で大事な手帳がと思ったんだけど、その問題はちょっと回避できたんだけど、でこれはトラベラーズノートってやつですけど、でそのトラベラーズノートが出しているそのトラベラーズノートがぴったりの大きさで収まるこの布製のサコッシュっていうのがあって、これなんかすごい使いやすくて、ちょっとコンビニ行く時ぐらいにはこれに財布入れて、イヤホン入れて、iPhone 入れて、場合によっては、これにさらに手帳と1本万年筆入れてどっか出かけるみたいなこともできるぐらい、これなんかすげえいいんですよ。もうなんか毎日使ってるんで、なんかちょっとポロポロになってきちゃってますけど、で最近ちょっと模索しているのは、よいしょ、カバンに2つになっちゃうのあれだけど、ちょっとこれを中に入れといて、よいしょ、カメラ持って、カメラもずっと写真撮るときはこうなるんで、肩紐が3つになるのが非常に不格好で、ちょっとまた改善の余地はあるんですけど、どうかな、なんかちょっとこういうような入れ方をして、こいつの紐がもうちょっとでもちょうどいいや。こうするともうちょっとこの紐が短くてもいいけど、ちょっと結んで短くしてもいいけど、こうするとカバンのこの紐自体がカメラの重さをある程度支えてくれていて、なんていうか下の荷物に対するその重さがこうかかるのを半分ぐらい軽減してくれてるんで、もうちょっと短くしたらもうちょっと良くなると思うんですけど、そんな感じで持ち歩くという手はちょっとあるかなと思いました。あるいはカバンの中に入れなくてもこういうような持ち歩き方をして、カメラケースとしてのこのくしゃくしゃっとした巾着が出し入れも比較的簡単だし、いいような気がして、でこれに入れて持ち歩くんだったら、今カメラのストラップ自体も肩からショルダーでかけてるけど、そうじゃなくて、どこ行っちゃったかな、どっかに置いたんだけど、準備をしてから撮らなきゃっていつも思うのに、ピークデザインのちょっと古い型の方の
になっちゃうけど、こういう、ショルダーストラップを、ショルダーストラップをもう使わないようにしちゃって、こいつをリストストラップで、運用するという手もありますよね。で、使わないときはここに入れといて、使うときに一回一回これを入れるというよりは、ちょっとこう完全に手首まで通さないと危ないかな。ちょっと緩めに、もうちょっと緩くできるんで、緩めにしといて持ち歩いて、使い終わったらここに戻す。なんで、いちいちカメラを戻すのかというと、僕昔、フランス行った時にそのパリで地下鉄で、地下鉄の中で根こそぎ財布とスマホと、カメラと根こそぎすられたことがあって、後で聞いたら、そこがそのパリの中で一番治安の悪い地区の一番治安の悪い地下鉄の一番治安の悪い路線のその駅の、区間でものの見事に根こそぎすられたことがあって、それ以来なんか高いカメラとかは、海外行った時は、このライカみたいなものに限らず、ソニーのカメラとか持ってった時とかもガイドの人にカメラを見えないように持ち歩かないと怖いっすよって言われて、そうなんだと思って、よくねライカ使う人とかはその赤いバッジとかがこれは赤バッジのない、タイプですけど、そのちょっと黒いテープとかで隠してね、あんまり高いカメラに見えないように、偽装しながら使ったりするらしいですけど、僕もだから、基本的にはその国内にいる時でもなるべく、あとはその傷防止ってこともあって、なんかカメラは常に何かに入れといて、できるだけ素早くアクセスできる、袋なり巾着なりカバンなり何かに入れて持ち歩いて、使うみたいなスタイルにしようとしていて、さすがに例えば街中でスナップしていてずっとそこで写真撮り続ける時とかはずっともう出しっぱなしにしますけど、そんなことを考えていて、今はちょっとこの巾着と、このウルスのカバンという形で、やっていこうかなと、思っているところです。で、あんまり縦型のトートバッグをショルダーにして使うみたいな変則的な使い方をする人はなんかあまりいないような気もするんですけど、やってみるとちょっと縦に長いトートバッグってどうなのみたいに思ったんだけど、縦長のトートバッグなり縦長のショルダーバッグとかなんか改めて使ってみるとなんかいいですね。そのこう前後に振られないっていうところと、なんか割と荷物がこうピタッといい感じに収まる、ところが、自分的には非常に今改めてなんか再評価というか気に入っております。でカメラが下の荷物を潰す問題が今なんかなんとか解決しそうな目処が立ってきたんで、今しばらくこういう感じで使おうと思っておりますというカバンのお話でした。なんか皆さんのそのお気に入りのカバンみたいなものがあったらちょっと書き込んでいただけると参考になるんで、動画見てる人たちもカバン選びのなんか参考になると思うんで、ちょっと書き込んでいただけたりすると嬉しいですということでした。はい、カバンの話でした。ありがとうございました。ではでは。